皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。他のチャンネルではなかなかウクライナ関連のニュースをまとめているところが少なくなってきているので、情報の更新に役立ててください。なお、体調を崩して喉の調子が悪いので、声の質や滑舌にはちょっと悪影響が出ています。この点についてご了承ください。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、油断するロシア軍、野外集合ロシア兵120人が吹っ飛ぶ。2、アメリカから供与された兵器、GLSDB 地上発射型滑空弾と M1A1 のウクライナでの活動の様子が映像公開されました。3、ならず者連合の武器流通、ならず者連合とは何なのかについて、その脅威について解説しておきましょう。野外集合のロシア軍部隊に連日のロケット砲攻撃、計120人を超える死亡者。ウクライナに全面侵攻して2年経つロシア軍の連隊や旅団は、白昼、前線から15から30キロ程度しか離れていない開けた場所に部隊を集合させるという悪い癖がある。それは訓練のこともあれば、軍の幹部らによる閲兵のためのこともある。前線から15から30キロというのは、ウクライナ軍に供与された高機動ロケット砲システムハイマースの射程に優に収まる距離だ。だから、ウクライナ軍がこうした部隊集合、2日間で2回、おそらくドローンで発見し、砲撃を加えたのは驚くべきことではない。ロシア側にはそれぞれ60人を超える死者が出た模様だ。最初の攻撃は20日、ウクライナ東部ドネツク州の村に集まっていたロシア軍の第39独立自動車化狙撃旅団の部隊に対して行われた。現地では当時、第29諸兵化連合軍の指揮官、モイセーエフ少将の演説を控え、歩兵の2個中隊と指揮官であるムサエフ大佐が整列していた。ウクライナ軍のドローンが上空に到着し、ハイマースがロケット弾を発射した時、モイセーエフ少将は現地へ向かう途中だったと伝えられる。西方のブフレダル方面の前線は、部隊が集合していた場所からわずか30キロほどの距離だ。ここでロシア軍が攻撃される場面について動画が公開されているのでご紹介しましょう。ご覧の映像はウクライナ軍のドローンが撮影したものです。かなり遠方からきっと超望遠でズーム処理したものだと見られます。ロシア軍の兵士たちが集まっているところにハイマースによる攻撃が直撃します。同じような他の場所においても、やはりロシア軍の部隊が非常に開けた場所に集まっていて、これもハイマースが攻撃します。どちらにおいてもそうなのですが、ウクライナ軍のドローンによる光学監視がある程度届く距離において、ロシア軍がかなり迂闊な行動をしていることがわかります。生存者が撮影した動画や写真には、ロシア兵らの多数の遺体が横たわっている様子が見える。攻撃を受けて、ムサエフ大佐を含む将兵65人が死亡したとされる。生存者の一人は大量殺戮の現場を撮影しながら、野外に並ばせやがってクソ指揮官どもがと罵っている。先ほどの映像は上空からドローンが撮影したものですが、地上にいるロシア兵も現場の惨状について写真、動画を撮影し、この映像を公開しています。その映像では画面いっぱいに兵士の遺体が並んでいる様子が公開されており、ロシア軍兵士が一度に60人以上亡くなったのも納得という惨状となっていました。翌21日、ロシア軍の2個部隊がまたゾロ訓練や点検のため野外に集まった。場所は南部ヘルソン州のドニプロ川東岸のウクライナ海兵隊の共闘補から南へ30キロほどしか離れていないオレシキュー砂丘国立自然公園、第328親衛空挺連隊や第810親衛海軍歩兵旅団、第81自走砲連隊の部隊かなる2つのグループが集合していた。ウクライナ軍のドローンがそれを見つけ、砲もしくはハイマースが狙いを定めて火を吹いた。ロシア軍部隊には60人かそこらの死者が出たとされる。不用意に部隊を集合させたために大きな犠牲を被ったロシア軍だが、今後については安心を望める最もな理由がある。ウクライナ軍が35機ほど保有しているハイマース用のロケット弾の最大の供給国はアメリカであり、そのアメリカからウクライナへの援助は議会のロシア寄り共和党議員らの手で阻まれているからだ。これらの米国製ロケット弾もいずれ枯渇する。その時、ロシア軍部隊が白昼、ドローンの航続距離内やロケット弾の射程内の開けた場所にたむろするのは今よりはるかに安全になっているだろう。
続いてアメリカから供与された GLSB 地上発射型滑空弾と M1A1 戦車について、 GLSDB 地上発射型滑空弾は射程150キロ、ハイマースのような地上から発射可能な高性能爆弾です。アメリカの支援予算がある時に生産契約を行っており、この契約に基づいて生産されたものが順次今になって引き渡しの段階にあります。総数については発表されていません。こちらの映像が GLSDB の実際に使用された時の映像です。場所としてはウクライナ南部ドニプロ川の近くです。兵士たちが一般家屋をねぐらにしていることを発見し、標的としました。GLSDB は確実に標的にヒットし、中にいた兵士たちは助からないでしょう。続いてアメリカから供与された M1A1 戦車について、これまで走行している場面などについては動画が出ていたのですが、戦闘の様子については動画が初めて公開されました。今回ご紹介した1、2と続く話題は、どちらもアメリカから供与された兵器によってロシア軍に対する攻撃が成功した場面でした。ただし、どちらについても同じことが言えるわけですが、さあこれからが大変だという問題を含んでいます。ハイマースによる従来の弾の射程距離は80キロから90キロ。これは榴弾砲の2倍程度に当たり、ロシア軍に対する脅威として機能してきました。ただし、現在アメリカによるウクライナ支援の予算は完全に底をついて弾薬供給は止まっていますから、今後については今ある弾を節約しながら戦い続けるしかない状態で、いずれそれらを全て使ったとしても全くおかしくない状態です。そして2つ目に紹介した GLSDB、こちらについても支援予算があった時に生産契約を結んだわけですが、これには生産ラインをおそらく作るところについても補助金が当てられていますから、まずそれ自体については大量に作るだけの予算が割り当てられなかったのではないかと言われており、今後どれだけの数がアメリカから供与されるかは分かりません。もちろん多ければこれからの攻撃の主体にもなり得るほどの兵器なのですが、楽観視はちょっとできないでしょう。それだけアメリカの軍事支援がどれほど頼りになるものだったかを表しているといえ、逆に言えばそれらがなくなってしまう現状と、そしてこれからの展開は非常に危険な状況を意味します。ウクライナ軍としては砲弾不足の状況ですから、なんとか目の前に来た敵を倒そうという形で対応に迫られています。そのためにドローンによる部隊を強力にしようとして量産化と、そして高性能化を進めているわけですが、敵軍との距離が縮まれば縮まるほどウクライナ軍兵士の犠牲者も増えるわけで、それだけ消耗戦の度合いとしては厳しい戦いとなります。現在のところこれまで伝えたように、ヨーロッパ各国においては現状よりももうちょっと何とかしなければならないという機運が高まっていますから、少しずつ改善はするものの、やはりアメリカによる支援が抜けた穴は大きいと言えるでしょう。そしてそのような問題を加速させているのが、相手はロシアだけではないという問題です。これが今回最後に取り上げる話題、ならず者国家連合についてです。現在ロシアは軍事先行の国家予算を組んでウクライナと戦っています。しかしロシアだけではウクライナを断つことができないことはすでに証明されています。なぜならばロシアは北朝鮮とイランによる兵器支援を受けています。そしてこれらの国々は全てがならず者国家と呼ばれるような状態で、北朝鮮、イラン、そしてロシア、どの国においても制裁が課されている状態です。そして制裁が課されているからこそ、もうこれ以上何をやったって別に大した問題にはならないだろうという開き直りがあります。かつて陰謀論者は言いました。ウクライナに対してはアメリカが兵器を供与しているんだから、ウクライナは代理戦争を戦っていると。それの理論を逆手に取れば、現在のロシアは北朝鮮の代理戦争をしているのかでしょうか。もちろんそんなことはありません。彼らの陰謀論がどれだけバカな話かというのは一旦横に置いとくとしても、現在のロシアが北朝鮮とイランというこの2つの国の支援なくしてはウクライナと戦えない状態にあるのは間違いありません。特に北朝鮮に対しては砲弾を買い取るだけではなく、これからは北朝鮮国内における砲弾製造を請け負わせるのではないかと言われています。これはロシアにおいては多くの人々を兵士に送り出したい。一方において軍需産業にどれだけお金をつぎ込んでも労働者不足といった問題はなかなか解消するのが難しいからです。一方において北朝鮮においては飢えた国民はたくさんいるんだけれども、外貨を稼ぐような手段はほとんどはありません。ですからロシアから北朝鮮へと砲弾を作る、そのような外注を行った時に北朝鮮としてはこれを
大いに歓迎するだろうと言われています。そして、このようなならず者国家連合といったものを考えたときに、ほとんどの場合、今のロシアとウクライナの話で解説が止まる人が多いのですが、もう一歩先の話についても考えなければなりません。それは中国自身がさあ戦争しようと考えたときに、この3つの国全てが支援国になる可能性があるからです。中国がさあ戦争しようなと思ったときに、ロシア、北朝鮮、イラン、これらの国々が兵器を喜んで販売し、エネルギーを供給し、食料を引き渡すといった可能性が十分にあるわけです。これらの国々は全てがならず者国家連合であり、国際社会に対して背を向けることに何ら躊躇しない国々です。そしてこのようなロシア、北朝鮮、イランの軍事支援を受けた中国と相対するのはどの国でしょうか。それは一番手に考えられるグループというのが台湾や日本だということを忘れてはなりません。ですから今のロシア、ウクライナの構図だけではなく、中国と日本という構図になった時に、このならず者国家連合全体と相対しなければならないといった構図は、想定外ではなく想定内の問題として準備しなければならないのです。だからこそそのようなことにならないようにするためにも、ロシアを勝たせてはいけませんよと私は何度も言っているわけです。どうしてもこうした先々を見据えた話というのは遠い話として聞こえますから、今じゃないでしょうであるとか、どうせそんなことは起こり得ないというふうに考えがちになりやすいものです。しかし、国連常任理事国が侵略を行っていて、その目論見みが成功した世界というのは、国際秩序が今よりもはるかに乱れた状態を意味しますから、中国が軍事力を使った時に、同じく国連常任理事国であるロシアが積極的にいろんなものが必要でしょう。兵器も売るし、エネルギーも売るし、食料も売るし、どんどん買ってくださいよ。これによってロシアは戦争特需によって儲かるから、中国をどんどん戦争してくださいと、大いに応援する可能性というのは十分あるわけです。実際に戦争が始まってしまえば、日本のような国は死傷者数がどんどんと増えてくれば、それだけで政権が持たない可能性があるのに対して、独裁者の支配する国においては、どんどん反対者たちを抹殺し、もしくは意見が言えないような場所へと閉じ込めるといった強権を発動することによって戦争を継続する能力を高めることができます。現在のロシアのプーチン大統領が反対意見や自分にとって目障りな人物を次々と排除しているのと同じようなことが非民主主義国家においてはなされてしまうわけです。日本においてももうちょっとウクライナに対する軍事支援についての議論が高まってほしいなと私は思っています。そしてそのような議論をしないのであれば、いずれ来るであろう日本に対する有事についての備えをもっとみんな危機感を持ってほしいと思っています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。